皆さんこんにちは。アニソン大好きずんだもんなのだ。こんにちは。アシスタントの春日部つむぎです。だいぶ暑くなってきたね。朝から溶けそうなくらい暑いのだ。すっかり夏なのだ。なので夏っぽいイメージのアニソンシンガーを取り上げて紹介しようと思うのだ。夏っぽいアニソンシンガー、誰だろう。今回のテーマは TM レボリューション、アビングドンボーイズスクールでの活躍でもおなじみの西川貴教さんなのだ。2025年春アニメ片田舎のおっさん転生になるでもオープニングテーマのヒーローズを歌っているのだ。西川の兄貴って絶対夏っぽいイメージってホットリミットがあるからでしょ。あっさりバレたのだ。一応ハイプレッシャーも夏の曲なのだ。体が夏になる曲だね。てかホワイトブレスやバーニンクリスマスもあるし、そこまで夏のシンガーって感じはしないんだけどね。そこは一旦忘れておくのだ。西川さんは最近ではアニソンも多く歌っているけど、1990年後半頃はミリオンセラーを叩き出す大人気シンガーだったのだ。めちゃくちゃ人気あったもんね。紅白歌合戦にも5回も出場しているんだよ。軽妙なトークもめちゃくちゃ面白いんだよね。歌番組で西川さんがゲストに出るときは楽しみに見ていたのだ。というわけで今日はそんな西川さんのアニソンとの関わりを時代を振り返りながら解説していくのだ。さて西川さんとアニソンとの関わりはもうかれこれ30年になるのだ。西川さんといえば本名での活動だけでなく TM レボリューション、アビングドンボーイズスクール、水木奈々さんとのコラボなど様々な形で活躍を続けているよね。そうなのだ。ちなみに TM レボリューションは高則メイクスレボリューションの頭文字を取った西川さんのソロプロジェクトなのだ。ソロプロジェクトではあるけど、プロデューサーの桜大輔さんや関係者全てのファンと共に歩んでいくという意味が込められているんだって。西川さんが最初にアニソンを担当したのはいつだったの？西川さんが初めてアニメとタイアップしたのは1996年まで遡るのだ。本当に30年近くも前になるんだね。今でも大人気の作品「流浪に剣心」のエンディングテーマ「ハート・オブ・ソード夜明け前」が最初のアニメタイアップ作品となったのだ。 TM レボリューションメディでのサードシングルだね。オリコンチャートに46週もランクインし続けて約36万枚のロングセラーを記録した作品なんだって。ハート・オブ・ソードを直訳すると剣の心、つまり流浪に剣心の主人公日村剣心の剣心を指してるのだ。作品愛が感じられるね。この当時のアニメタイアップは全くアニメの内容と関係ない曲も多かった中で、ちゃんとアニメを意識したタイトルになってるのは嬉しいよね。そうなのだ。原作者の厚木信弘先生も一番気に入っている主題歌ってコメントしているのだ。西川さんもこの曲で TM レボリューションを知ってくれた人がたくさんいるって振り返ってるみたいだね。実際この曲がヒットしてから音楽番組とかでもよく見かけるようになったよね。そうなのだ。ちなみにさっき名前が出てきたホットリミットもアニメとタイアップしていたのだ。そうだっけ？あんまりアニソンのイメージがないな。紬がそう思うのも無理はないのだ。ホットリミットがアニメとタイアップしたのは1998年の発売から18年後の2016年になってからなのだ。18年も経ってからタイアップしたの？それは知らなかったよ。何のアニメとタイアップしたの？アニメ「リライフ」の第2話エンディングテーマとして使用されたのだ。リライフでは主人公が高校時代に試作 MD に入れて聴いていた曲をコンセプトに2000年前後の J-POP のヒット曲がエンディング曲として使われていたのだ。確かに懐かしい曲が多いね。そして時代は2000年代。西川さんにとってまた大きなアニメタイアップが実現したのだ。機動戦士ガンダムシード、機動戦士ガンダムシードデスティニーとのタイアップだね。そうなのだ。西川さんは TM レボリューションとして第1期のオープニングテーマから担当することになったのだ。それがインボークだったのだ。福田光雄監督からぜひ西川さんにと名指しでオファーされたんだってね。西川さんも期待に応えようと全力で制作に臨んだ結果、長きにわたり愛される曲になったのだ。西川さん自身もここまで長く愛されると思っていなくて嬉しい誤算だったみたい。さらに機動戦士ガンダムシードでは挿入歌としてバラード曲「ミーティア」も歌っていて物語のクライマックスを劇的に盛り上げたのだ。ミーティアほんと好き。そして続編「機動戦士ガンダムシードデスティニー」でも「イグナイテッド」と「ベスティージ」を担当したのだ。アップテンポな戦闘曲と哀切なバラードを歌い分けてるのがすごいのだ。作品中の熱い戦闘シーンと切ない人間ドラマの双方を音楽で演出してるよね。西川さんって奇抜な衣装とかが注目されがちだけど歌唱力もめちゃくちゃ高いんだよね。その通りなのだ。西川さんを真似してカラオケで歌おうとすると全然うまく歌えなくて痛い目を見るのだ。これは
ずんだもんの黒歴史の予感。そんなことないのだ。しかも西川さんはどちらの作品にも声優としても出演してるんだよね。その通りなのだ。しかもガンダムシードデスティニーで担当したハイネベステンフルス役の名前にはちょっとした遊び心も込められているのだ。そうなんだ。どんな遊び心が込められているの？デステンフルスはドイツ語で西川を意味する言葉なのだ。なるほど。まさに西川さんのために作られたキャラって感じがするね。ガンダムで歌った曲は海外のファンからの反響も大きいのだ。英語圏やアジアのアニメイベントでライブ披露されるなど国境を越えて支持されているのだ。西川さんの音楽活動において機動戦士ガンダムシードが欠かせない存在となったんだね。2005年西川さんは新たな挑戦を始めたのだ。西川さん自身がボーカルを務める4人組ロックバンドアビングドンボーイズスクールを結成したのだ。デビュー曲からアニメとタイアップしたんだよね。ファーストシングルイノセントソロウは D グレイマンのオープニングテーマなんだよ。イノセントソロウはオリコンでも初登場トップ5に入るヒットとなってグループとしても順調な船出となったのだ。そして続いてリリースされたのがハウリングなのだけど、ダーカーサンブラック大好き。そう、2007年放送のアニメダーカーザンブラック黒の契約者のオープニングテーマだったのだ。この曲の重厚なギターリフトと西川さんのシャウト気味の高音ボーカルがしびれるんだよね。ダーカーサンブラック黒の契約者は今でも大好きなアニメの一つだよ。フォントアンバーが大好きすぎる。ハウリングのパワフルなサウンドは作品のハードボイルドな雰囲気を盛り上げていたのだ。あとエンディングテーマのリエフさんが歌う月明かりもめちゃくちゃいい曲なのだ。続いて2008年以降になると西川さんは TM レボリューションとアビングドンボーイズスクールの両方でアニソンを多く担当するようになったのだ。2008年に約4年ぶりに TM レボリューションメディで担当したのがソウルイーターのオープニングテーマリゾナンスだったんだよね。そうなのだ。アビングドンボーイズスクールとしても2009年だけでソウルイーターのストレングス戦国バサラのジャック東京マグニチュード 8.0 の君の歌ダーカーザンブラック流星のミニのフロムダスクティルドーンと立て続けにアニソンを手掛けたのだ。立て続けにアニメとタイアップし続けるのもすごいけどどれも有名なアニメばかりなのもすごいよね。フロムダスクティルドーンは夜明け前の静けさと哀愁を感じさせるバラードでアビングドンボーイズスクールの隠れた名バラードとも言われてるんだよ。本当に大活躍なのだ。中でも戦国バサラシリーズと西川さんの関わりは特に深いのだ。2011年に公開された劇場版戦国バサラザ・ラストパーティーでは主題歌フラップスを TM レボリューションエンディングテーマザ・パーティーマストゴーオンをアビングドンボーイズスクールがそれぞれ担当したのだ。一つの映画で西川さんの異なる2つの名義が主題歌とエンディングを飾るなんて本当異例だよね。そして2010年代の西川さんの活動を語る上で絶対に外せないのが2013年の革命機バルブレイブでの水木奈々さんとのコラボレーションなのだ。 TM レボリューション×水木奈々名義でのプリザーブドローセスだね。アニソン界の王と女王の夢の共演ということで話題になったんだよね。疾走感あふれるデュエット曲で2人の圧倒的な歌唱力がぶつかり合うエネルギッシュなナンバーに仕上がっていて超かっこいいよ。オリコン週間2位を記録して続く第2期のオープニングテーマ革命デュアリズムでも再びコラボが実現したのだ。アニメロサマーライブでは大トリを務めて観客の熱狂ぶりが大きなニュースになったのだ。そりゃ盛り上がるに決まってるよね。2010年代のアニソンを代表するコラボ曲なのだ。その後も2010年代の西川さんは多くの挑戦を行ってきたのだ。2014年にはマーベルと東映アニメーションが共同制作したアニメディスクウォーズ・アベンジャーズでオープニングとエンディングの両方を担当したこともあったよね。そうなのだ。他にもサンダーボルト・ファンタジーという人形劇の曲を担当したりもしているのだ。サンダーボルト・ファンタジーは魔法少女まどかマギカの脚本原案などで知られる室伏源さんが手掛ける人形劇なんだよね。そうなのだ。2016年に始まったサンダーボルト・ファンタジーシリーズと西川さんの関わりは結構深いのだ。2018年のサンダーボルト・ファンタジーの続編では沢野博之さんともタッグを組んで話題となったのだ。2017年頃からは本名での活動もスタートしたんだってね。そうなのだ。2018年放送のアニメ「フェイトエクストララストアンコール」のオープニングテーマ「ブライトバーニングシャウト」を担当したのだ。長年アニメゲーム好きとして知られてきた西川さんがフェイトシリーズの主題歌を歌うのは初めてだったんだよね。ちょっと意外だったな。
2020年以降もアニメソングシーンはますます多様化しているけど、西川さんの存在感は健在なのだ。特に他の有名なアーティストとのコラボ楽曲でアニメのタイアップをすることも多いのだ。例えばどんな人とコラボしたの？ 2020年にはゲーム初のアニメ「白猫プロジェクトゼロクロニクル」に西川貴教&飛鳥名義で参加し、世代の異なる実力派同士のコラボ「ビブラ」を披露したのだ。他にも「ポケットモンスター」のオープニングテーマ「123」においてゴールデンボンバーの桐生印象さんとのユニット西川くんと桐翔でも歌唱を担当したのだ。ポケモンもやってるんだ。さらには2024年には西川さんが長年待ち望んだ機動戦士ガンダムシードシリーズの劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムでその主題歌フリーダムを西川貴教小室哲哉名義で担当したのだ。これだけ長く活動しているのに毎年のように新しいことに挑戦し続ける西川さん、かっこいいね。僕もそう思うのだ。そして今年2025年片田舎のおっさん転生になるのオープニングテーマヒーローズを担当しているのだ。自身も50代となった西川さんが誰もがヒーローになれるというメッセージを込めた楽曲なのだ。西川さんで言うと説得力がありすぎるね。さて今日は TM レボリューションアウィンクドンボーイズスクールでの活躍でも知られる西川貴教さんのアニソンとの関わりについて解説をしてきたのだ。改めて振り返ると西川さんとアニソンの歴史ってすごいね。1990年代から2020年代までずっと第一線で活躍し続けているじゃん。熱いシャウトと繊細な歌唱を自在に操って変身からガンダムダークヒーローからファンタジー作品まで本当に多種多様なジャンルのアニメを音楽で彩ってきたのだ。西川さん自身も大のアニメ好きを公言してて、深夜アニメの感想をつぶやいたりコミケに足を運んだりと本当にアニメ愛にあふれてる方なのも好感度が高いよね。だからこそ楽曲にも作品へのリスペクトが現れてファンの心に響くのだ。これからも西川さんがどんな形で驚かせてくれるのか楽しみだね。それでは今日の動画はここまでなのだ。皆さんも好きな西川貴教さんの楽曲があったらコメント欄で教えてね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは今日もご視聴ありがとうございましたなのだ。また次の動画も見てね。